ようかね。ノープランですか？いや、1個だけプランはある。チキンのゴルゴンゾーラソース的なやつ。ソース的なやつ。それってワインいったろかしら。いいですね。チーズとかかな。ゴルゴンゾーラはないにしてもなんかそれっぽいのが、とろけるチーズと生栗でいけるかな。ちょっとまずプルコギ焼いちゃおうぜ。あ、プルコギあるんですね。プルコギあるぜ。出るうちに網で焼く。うん。へえ。なんかもっと細かい肉のイメージ。いただきます。あ、甘い。飲みやすい。うん。うん。あれ？つまみ最高やなこれ。プルコギ間違ってんのかな？プルコギですか？あれやろ、バラ肉の薄いのがビャーってなんかぐちゃぐちゃって焼いてるやつやろ。でもっと味が濃いというか。まあこういうのもあるんじゃないの。まあいわゆる味付き焼肉やなこれ。うまい。うまい。煮込むんじゃないですか？うん。一旦パリッと。ソースを作ったらいいのか。車のね、うん。運転してる人うん。はもう慣れたってことですか？で半分じゃ危険じゃないですか。高速道路いや一般道でも別にそんなその運転ちゃんとしながら全然会話できるで。してるのではないんですじゃあ誰かと乗ってて。けど、運転中はその会話は覚えてないかったりしない。車運転してるとから会話できてると思っているだけじゃない。
字間違ったな回車の運転中の方が圧倒的に多い。いや全然普通に車運転しながら喋ってる人いっぱいいるやん。まあ覚えてないよねって別にあるあるちゃうやん。あるあるじゃないですか。これは僕がもらえません？っていう。だからまあ得てふてあるやんそら。はい。何が半分100じゃないじゃない。100はないじゃない。100ですから。いやどこ曲がるんやったっけとかないねん。流れたりがする瞬間緊張しないの？緊張しないで。バリバリにうまそうやん。何でしたっけ？ゴルフですいやゴルゴンゾーラ。か？ゴルゴンゾーラ。行かないんじゃない？だからまあもうはっきり言うけど運転うまいねん俺。てか俺がうまいっていうかバターが下手やねん。もうそれはもうそういうことやねん。だからそれが僕は下手なのか慣れなのか。だから下手なんや。いや見てて思うもん下手やって。もうはっきり言うけど。言わんとこうとしてたけど俺はもうやばいぐらいうまそうねんけどこれ。ね、っていうわけではないんです。仕事しながら映画見れますし。味付けはどうか。いただきます。やばない。見てやん。パリパリ。すごい。皮パリ。うまっ。これはよくできた。ニンニクとワイン効いてんな。いやうまい。人間のね、三大欲求、日本でいうとこの三大欲求、睡眠欲、食欲、性欲ってあるじゃないですか。性欲だけ一個おかしないですか？なんで？食べないといけないじゃないですか。寝ないといけないじゃないですか。セックスせんでもいいじゃないですか。でもだって人間の最大のミッション。いや、まあ、そうなんですけど、子孫繁栄せえへんかったら種として残らへんくなるわけやん。それやらんとその個体が死ぬっていうわけじゃないけど。はい、そうなんですよ。だから別個ちゃん、その3つの中にちょっと違和感ありません？僕なんか毎回思ってますもん。へえ。これないけどな。じゃあその欲こそがふさわしい3つだと思います？あ、他に候補なし？候補ない。いやでもまあ排泄欲とかも入れるかどうかってことになってくるやん。それね、だから7つとか。排泄って欲求ですか？もう生理現象じゃないですか。生理現象もそれ言い出したら睡眠も生理現象や。確かに。パンつけたらええでこれ、ちょっとチーズついてるけどこれ切ったら。はい。はい、ありがとうございます。うまっ。めちゃくちゃ合う。種として種の保存としてね、性欲があるとすれば、日本の人口が減っています。世界的にも発展途上国以外は先進国はもう軒並み減っています。ということはやっぱ
性欲というものはどんどん下がっていってるんですかね。どうなんやろうな。いやでもそれでも考えることあるよ。なんかその全体的に主としてさ、この星にいる人間が飽和状態になってるからとか、例えば国でもこの面積の国に対してある程度飽和状態になったら、なんか自然とみんなこう性欲がちょっと落ちたりとか、コントロールする、なんか自然の摂理としてコントロールされたりとかすんのかなとかはちょっと思ったりするけど、意識じゃなくて無意識にうん全員がうん共有してる何かってことでしょ。目に見えない。なんか動物でもあるやん。なんかマウスの実験かなんかで、一定の大きさの中でどんどんマウスを繁殖させたらブワーって増えて、その後ブワーって減んねんて。集団自殺みたいなやつ。なんかもうほんまにそれこそ超高齢化社会になって、若者がいなくなるんだって、マウスも。だから多分生き物の集団って、そういうことなんじゃないかなみたいな。なんか生物学者か人類学者かなんかが言ってたけど、そのコミュニティとしてのマックスの数って大体決まってて、で本来この億単位のコミュニティをなんかちゃんと形成するのって、あんまり人間という生き物は得意ではないとか、割と無理があるみたいな。あと文化とか文明のこの成長度合いと性欲ってちょっと関係してるのかもしれんなとは思う。どんどん文明を手に入れやることが増えるとかってことですか。やることが増えるっていうことなんかな。そんなんもまああるんかもしれんけどな。なんか子孫繁栄以外の目的をこの変にこの高度な文明を手に入れたがゆえに目的変わったりとかするとかもあるんかもな。確かにね。あと昔に比べて圧倒的に長生きできるようになったっていうのもあるんでしょうね。老人死なないっていうね。そうしたらもうマウスを例に言うと、わーって増えました、わー下がりました、でまたわーって増える。いやもうそのコミュニティはもう途絶えてた。だって子孫がおらへんから、ほんまに。ある程度減っていったらまた戻そうってならないんですか。もうふやってもう終わってもう戻そうってなった時には、ほんまにもうローマウスばっかりやから作れへんわけよ。しかもそのマウスの実験のコミュニティはもう天敵もいない、もう飯は好き放題食えるみたいな、もう人間ですやん。天国みたいな状態でやったらそうなったっつってまあある一つの実験の結果に過ぎひんけど。昼間に車の中で言ってたさ、この何やったっけ、こうとして食べてるみたいなやつあったよ。何やったっけ。苦味ね。苦味は、苦味をうまいと苦味がうまいと思って食べるからうまい。だから本来はうまくはないけれども、苦いものがうまいものだとされているから、そこを受け止めた上でうまいと感じて食べるっていう。ややこしいそんな風にして食ってないけどね。でもやっぱほろ苦くてうまいなとか、単純にそうとか思うけど、食べた苦いな、いやでもこの苦いっていうのが美味しいとされているんだ、だからこれは美味しいんだ、美味しいってこと。そうです。何段階踏んでんねん。それをもう5秒ぐらいかけて思ってるんじゃないですよ。それをもう0コンマ何秒かでちゃんと咀嚼して、でも一泊あるよってことです。苦うまじゃないです。でピーマンなんて本当に苦いじゃないですか。で本来は美味しくないものなんですよ。でも
ピーマンは苦いことが美味しいんですよっていうことからピーマンは美味しいとしてるわけじゃないですか。苦いだとしたら苦くて美味しくないんだけれども、これは苦いんだからいいんだとして美味しいものとしようとまでしてピーマンを美味しいものだと思わせようというその謎の勢力は何なの？誰がそうだからそれはもう本当に大人じゃないですか。大人例えばそのビール、いやこれもうこの苦みが分かってこその大人やでとか、あこれが大人が美味しいっていうものなのか、なるほど。でみんな大人ぶりたいってこと？大人ぶりたい、これは大人なんだぞ、だって極力ピーマンは食べたくないじゃないですか。いやそんなことないよ。だからそれはもうピーマンは苦いことが美味しいということにしているからであって、一泊置いて考えてください。なんでこんな苦いもん食わなあかんねん。でだったら食わへんもんこれ。でもその先でもそこには苦いものが美味しいという概念があるわけじゃないですか。でも苦いものが美味しいという概念がなかったら、これはただただ苦いものでしかないじゃないですか。苦味を受け止めているからこそのピーマンのうまさなわけじゃないですか。でもその苦味を受け止めなかったとしたら、ただただ苦いものでしかないじゃないですか。だから僕は食べる時にしいたけなりそのパクチーなりピーマンなりは食べる時に美味しいと思って食べてますけど、一泊あるっていう、これは美味しいんだって思いながら食べている毎回毎回マジか。これは美味しいもんだと、そうありません？だってこれは美味しいもんだから食べなあかんって思って食べてないもん。そうでないとね、大人の人ってよくね食べて、うわまず苦い、これがうまいんやって言うじゃないですか。これがですよ、これがでそのもう大人子供はあんま言わないです。これがだからそれは単純な味覚の変化で、その大人の人はこれを食べたら大人っぽいから大人っぽく思われたいからピーマンを食うぞとか思ってるわけじゃないわけやん。だから当初はそれがあって、もう徐々に、いやタバコみたいな感じってこと。その大人ぶりたいからタバコ吸って最初はゲホゲホ言ってるけど、だんだん美味しく感じてきてみたいな。それに近いかもしれないですね。最初そうやったの？これ食べるの大人と思われへんみたいな。僕はだからいまだに一泊あります、常に。でなんで食うの？だからこれをうまいとして受け止めているからですよ、僕は。これがうまいんだと。でうまいと思ってないってことなの？うまいと思ってたらうまいと思ってますよ。ピーマンも美味しいですし、パクチーも美味しいです、美味しいですけども、それは自分に真にうまいのかと問い詰められたのであれば、それはかりそめのうまさであると思います。わかりません？いやその真に自分に問うた時に、ほんまはうまくないと思ってるんやとしたら、食わへんもん。うまいって思ってるから食うねん。違いますよ。だからそれを食ってる俺大人っていうことですよ。なんかだから前もさ、何やったっけ、サザエ食ったら大人っぽいからサザエを食うっていう、そのマジで意味が分からない。それを十分大人やからそれ大人って思われんでもええやん。それを踏まえての大人になるっていう、それを踏まえることが大人になるっていうことなんじゃないですか。ちょっとお前の中の大人が分からへんな。だから辛いことも人生だと受け止める、これがあってこその幸せなんだ。ピーマンの苦みを知ってこそのいちごの甘さを
知ることができるみたいな。いやもし他人の目を考えた時にの話をしてんの？それは他人に大人だって思われようと思ってサザエはそうです。で前も言ったけどそのサザエ食ったからってもっと大人やなって思わへんやろっていうこの意見は受け入れてくれるの？それは人それぞれですよね。でも、だから多分小学1年生がサザエの肝、美味しいって食べたらこの子大人っぽい舌してんなとは思うよ、でも一定超えたら何とも思わへんそれは30歳の人が肝うまいって言っててもあ肝好きなんやだけじゃない。肝好きなんじゃないですよ。肝の苦味を受け止めた。なんなん受け止めるって肝の苦味を受け止めるってなんなんで肝は苦いもんだけれどもこれをうまいと思うのが大人なんだ。僕は大人だ。その大人になりたいんだ僕は。じゃあ肝を食うってことは大人になるために食ってるってこと。要はその一歩でそれが大人だっていうことは一番大事なのは大人であるかどうかってことなの。それをそういうことを経験していって大人というものが出来上がっていくのではないですか。大人の経験をしていってじゃあそれ食べ物以外の分野でもこれをやるから大人なんだっていうことを一個一個やっていってるってこと。だから例えば嫌なことでもお金を稼がないといけないとか、いや分かるよ。そういうのは分かるよ。別に仕事でも楽しい仕事ばっかりじゃないけど、まあ大人としてとか、プロとしてやらなあかんなっていうのはめっちゃあるけど食べ物ではだからない。その仕事に関して言うとお金を稼がないといけないと。でも辛いこともしないといけない。でもこの辛いことだけ辛いことだと思ってたら本当に辛いだけしかないじゃないですか、でもこの中にちょっと楽しみをもう見つけるとか、自分なりの、それが美味しさですよ。その苦味の中にある、いやそこはそれは分かるよ。いや分からんなその大前提としてその大人だと思ってピーマン食っても効果はないっていうことやな。そのなんていうか対周囲で言うと誰も思わないよっていうことをずっと言ってんのよ俺は。別に肝食ったからってバターさん大人なんだなとか思わへんわけ。だからそれは精神面の大人です。自分の中での大人、精神的に大人になるっていうことです。修行みたいなこと。そうです。だから例えば寿司屋でねサザエ食うてうまいなっていう人が、じゃあコーンマヨ軍艦コーンマヨ頼んで、うまいなって言ったら、そういうわけにはいかないじゃないですか。別にそういうわけにいくやろ別にうまい。そのおっさんも別にサザエ食うてうまいと思ったからうまいって言ってるだけであってこれをサザエとうまいと言ったら周りのやつさぞ俺のことを大人やと思うやろなって思ってうまいなって言ってるわけじゃないと思う。思ってそこでね周りの人は「大人ですね」って言った後に言わまず大人ですねは言わへんやんか。まずでも思うじゃないですか。思いませんか。思わへんってほんまに思わへんって。ほんまに思わへん。ほんまにサザエ好きなんや。そんないつからですかそれ。30超えてからでしょ。いや別に20歳の時は20歳の時はサザエで大人だなってマジでほんまに思ったことない。焼きなすび食うてるのあるよ。それざっくりさなんかナスの煮浸しとかさ、大人が好むような食い物を、なんか大人が好むような食い物割と好きなんや、
なんか味覚渋いなみたいな、うんうんうん、ぐらいよ。別にこの人大人だなとは思わへん。別になんか渋い味覚してんねんなっていうことですよ。そんな思ってないで。でそれそのこのサザエはやっぱ肝が苦くてうまいなって言うおっさんが言ったで、あ、大人だなって周りに思われます。で僕がね、大人だと思われると思って、サザエ食って大人だなって思われてる、カウンター全部から、はい、そんな僕がコーンマヨ軍艦を頼めないっていうのがあるじゃないですか。ないよ。そんな僕がないよ。誰もそんなの期待してないよ。サザエを食った後にサザエをお前そこでサザエの重さ分かってないっていうのがバレるというか、サザエは本当にうまいと思ってないですよ。お前は本当はマヨネーズが好きなんやろ。いやマヨネーズも好きやしサザエも好きなんや。酒飲みのおっさんが浴びるほど昼間から焼酎飲んでるけど、羊羹も好きみたいな。別に味覚の幅やろそれは。だから味覚の幅ではあるんですけど、その本当にうまいと思ってんのかという、どっちがほんまは食いたいの？両方なんじゃないの？両方なんてことあります？いやあるやろ。両方なんてことはあるやろ別に。いやだって俺別にサザエの木も食えるし甘いのも好きやし、別になんか回転寿司のツナ軍艦とか、ツナマヨ軍艦とか別に好きやし。でもこれはどうなの？じゃあ俺はそしたらね、初デート行きました、ツナマヨ軍艦食わないでしょ？いや食うよ。そうでしょ？食うよ別に。ツナマヨ軍艦食いますか？いや食うよ。20歳じゃないですよ。このいや47歳20歳の頃の方が背伸びしたくてそうか、ツナマヨ軍艦とかは食わへんかもしれん。確かにそれはあるかもしれないです。でも今、そんなことで人の大人度を測るもんじゃないなって分かって、その別に初デートでもツナマヨ軍艦を頼むっていうのこそが俺は大人やと思うよ。その懐のこの広さみたいなそこですよ。僕が先からずっと言ってるのは全くもっと同じことを僕は言ってるんです、徳井さんと。だからそこを含めての大人だ、この苦味を含めての大人の味だ。でも初デートツナマヨ軍艦頼まれへんやろ？僕はまだ頼めないです。僕そこまで大人じゃないですもん僕。ね、ツナマヨ軍艦頼んだら、こいつ子供みたいな味覚してんなって思われるっていうことから。そうですね。だって僕光もんなんか全然食えないですけど、光もんは頼みますね。だからそれでその人は、その初デートに行った女の子は「バターさん素敵、大人だ、光り物小肌を食べている」って思わへんよっていうのは俺以前も言ったやろ。俺思わないです。それはね、僕もそう思ってくれとも思わないです、けれども子供だなは回避できるんですよね。この人小肌食うてる、子供だな、子供だなは回避できるわけですよ。ハンバーグを小肌が好きなんだだけ、この人小肌食べるんだ、じゃあとりあえず子供ではないなっていうふうに思ってるってこと？子供であることは回避できますよね。じゃあ100歩譲って、それ子供だなっていうのは味覚が子供だななのか、もうバター全体が子供だなと思われると思ってるってこと？それはもうニアリーイコールの部分がある。じゃあほぼほぼその子供だなはもうバター全体を評価されて子供だなって思われると思ってるってこと？そうですね。ほんまに？だからその一部ですよ。味覚だけをもってして子供だなとは思われないとは思ってますけど、子供だなと思われる一つの中には入ってますよね、味覚子供っていうのは。でこれが他にもじゃあ味覚子供だと思いました、いい方で何すんの？アニメ見ます、テレビ休みの日何してんの？テレビゲームしてます、
この子供要素がどんどん増えることによってこの人は子供だなっていうことになってくるから、それを一個こう味覚の部分は排除できるわけじゃないですか、小肌を食うことによって。そうか、だからとにかく子供やと思われたくないってことや、バターは。子供じゃないの？子供だってそうやん。だって子供やと思われることを回避する行動やん、ずーっと全部。そうですね。子供だな、そうですね。なんでそうまでして子供だなって思われたくないの？僕は精神的に子供だからですよ。ミルクコーヒーちっちゃいやつ。うまいな、このなんか、ミルクセーキっぽい。ミルクセーキって今もうないの？あんの？即答できるぐらいあんの？あります。いや、その純喫茶みたいなところに。スーパーですよ。こういう形、こういう。あ、そうなんですね。普通に売ってんの？ほんまめっちゃ子供の頃なんか病院行くの嫌で病院行った帰り絶対ミルクセーキ飲ませてもらえてそのために病院行ってたな。ミルクセーキってミルクシェイクのことなんかな。セーキっておかしいやん。だから会社名とかそういうことじゃなくてですか？ミルクシェイキ、シェイクが多分その昔の日本人がシェイキっていうそのキっていうそれを聞き間違うというか。うわ、ほんまや。そうやろ。長崎弁、シェイクは長崎なまりなんですって。長崎発祥なの？ミルクセーキ？発祥が伝わってきた。アメリカのやあつで長崎出島？一発わかんない。出島から来たの？アメリカっていうかヨーロッパから来たってこと？